にちは。今回は鹿の子の子のココシタンタン第1話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。なんやこのアニメ、意味わからんわ。30年前にやってた金魚注意報を思い出したわ。エンディングの映像は好きかも笑い。鹿部と猫に群がられ委員会、どっちに入るか迷う。ニャルコさんとかキルミーベイベーみたいな雰囲気がするな。ナサルさんっぽい感じはする。ゲロシャブとかヒゲブとか。ナレーションの登場頻度高くね。なぜかキルミーを思い出した。エンディング見てたらなんでわざわざせんべい状に加工したものを鹿に食わそうと考えたのか疑問に思って、鹿せんべいの雪見たけど、江戸時代から作られてるって情報しかなく、なぜせんべいなのか不明だった。鹿せんべいの由来は天明の大飢饉の時、食うものがなくて草をせんべいにして食おうと思ったが、とても食えたもんじゃなくて仕方なく鹿に食わせたというのが始まりと今考えた。すごいよ、マサルさん的な変態につきまとわれる部活ものか。部活と言っていいのかあれ。これ意味とか考えたらダメなアニメか。オープニングの中毒性は高すぎる。踊ってるカットないんだな。まあじゃしんちゃん的なポジションを期待。まあ鹿が好きな人にはいいんじゃないかな。そうだな、鹿好き向けのアニメ。最初のモノレールの作画で鉄オタがマジ切れしそう。その前の冒頭に出てくる中央線が日本しかいないレア車両だから、そこで焦点してるので大丈夫。ライバルにカモシカ子が来るの。最初の踊りいいよな。まさかのオープニングのハードルを超えてきたのがラッタ。そりゃ推しの子超えるわ。なんか話題になってるな。2話も頼むぞ。冬アニメ、なまらめんこいギャル、北海道、ポンの道、広島。春アニメ、変人のサラダボール、岐阜。今年のご当地アニメの流れを切らないように、奈良県民はこのアニメを絶対盛り上げろ。舞台は東京都日野市です。鹿ってこんな感じっぽい。キルミ5割、ポプテピピック2割、プラスチック姉さん2割、ボーボボ1割。じゃしんちゃん10割だと思ってたわ。これまでにあまり見ない感じのユニークな作風と思いきや、なんとなくキルミーを思い出した。作画は好みな方。終始バカやってくれる頭からっぽアニメはいいな。やっと見れた。なんというかシュールの一言。のつ、可愛いかろ。言う。リアは世界一消する。たまにしか言ってるけど、あれ開示で言う。ざわみたいな感じのノリか。マジしか生える。鹿の子の子のココスタンタン。どんなアニメも1話は挨拶みたいなもんでしょ。処女ヤンキー大好き好物です。オープニング初めのダンスかわいい。鹿の子の子のココシタンタン。なんかすごい勢いを感じるアニメだ。日野市が舞台なの。外国じゃヘラジカとカエトンでもない鹿もおるんやな。あんたの鹿の子になってやれ。コシタンかわいいよ。鹿の子の子のココシタンタン。コシタン。オープニングが洗脳ソングすぎる。最近ずっと脳内再生される。コシタンタンと何を狙っているの？鹿なのにのこのこと。日野市なのになんでアイキャッチとかで奈良を紹介してるんだろうな。オープニングは好き。こういうバカ逆アニメ大好きだけど、なかなかないから今期あって嬉しい。まあまあ面白いんじゃないか。流行りの勢いすごいな。原作見る限りはキャラ追加したら面白くはなる。藤田咲が猫はヤンキーってキャラも珍しい。ツッコミの藤田咲でしか取れない栄養があるのはマジ。オープニングで踊りをどんどん渡していくのがいい。まあこしたんでこけるが、ちゃんとの子に返せてたら無限ループで来てるだろうな。鹿部で漢字変換したら鹿部って出てくるの。Google が鹿の子の子に侵略されてる。お前も鹿部にならないか。鹿は神の使い、つまり神アニメ。鹿部って鹿の世話する部活なのか。世話する方が部長なのは納得だけど、実質的に召使いだよなこれ。可愛いかろ。1話のラスト見たらには水に追われないだろ。
マーコシタンに憧れてるストーカーみたいな女だろうけど、頭の髪型真似てるようだしな。体感3分アニメだったが、俺にはどのあたりが面白かったか語れる語学力がない。過去たくさんのアニメ見てきましたが、1話単体で見た時の消費カロリーが最も高いかもしれません。鹿のこの子のココシタンタン。内容はもうよくわかりません笑い。とりあえず1話は絶対見てほしいです。初回からはちゃめちゃで楽しめた。のこが無限にボケるから、ツッコミ役のトラコは大変そうだったね。ずっと笑えたけど、特にシーカシーカとか流れながらスローになるところ面白かった。トラコ以外のこの角に疑問持ってる人いないし、扉ぶっ壊しても無反応だし、この世界狂ってんのな。次回も楽しみ。この監督とシリーズ構成のコンビは方向性が見えてくるなと思っていたらそれ以上だった。予想外が多すぎて、それだけではなく演出もいろいろなテレンテクダが入り組んでいて、これは結構楽しめそう。後ならけんよかったな。それは確かなところだと思う。なぜ学校の中に当たり前のように野生の鹿がいるのか。でエンディングまさかの実写だし、オープニングは最近じゃ少なくなったガ電波って感じだと思ったから、自分はかなり好きなオープニングだった。1話でこれかなり期待してます。フラッシュモブの中に放り込まれた感覚というか、作品の根幹の部分が今まで噛んだことのない味のガムって感じで、下手なサスペンスより不安になるアニメだった。舞台が日野市なのか奈良市なのかわかるまで見てみよう。世界観がぶっ飛びすぎて、途中で考えるのを止めて、ただただ笑ってました。トリマ、元ヤンの美少女と鹿頭の美少女が夫婦漫才やるのと、周りがおかしいのは理解できました。あと偉い人、いろいろと頑張ってください。鹿のこの子のココシタンタン1話を視聴しましたが、私は精神に異常をきたしていません。内容が全く理解できませんでしたが、私は精神に異常をきたしていません。劇版が人の声でシーカーって言ってるのが頭にこびりついていますが、私は精神に異常をきたしていません。かなり頭おかしいの始まったね。これは思考停止で何も考えずに笑って見てれば良いやつだ。しかも部長に就任したコスタンは、なんだかんだ代わりのコタンの世話を焼いて、きっと疲弊していくんだろう。とりあえず鵜飼先生をしつつ継続確定で。突っ込みしきれない圧倒的狂気。とはいえ根っこはボケとツッコミの分割がしっかりした。古き良き日常系アニメで見やすかった。なんだかんだと乗せられて巻き込まれるコシタンが愛らしい。キャラ追加でまだまだ面白くなる感触もあるので、今後にも期待大。周囲全員が狂気の世界で一人正気を保って突っ込み、令和のボーボボ学園版かな。のこたん手あっかりーみたいって思ったら、太田雅彦監督なら納得。美少女絵もデフォルメ絵も可愛い。たまにわざと崩れる。考えるな感じろくらいの気分で見よう。私、疲れてるのかもしれない。原作はおしおしおしによる漫画作品。機関語館。奈良県ベースなのか、東京日野市ベースなのか、突っ込むべきは鹿人間なのか。きっと脳みそ空っぽにして楽しむ作品だ。ハンさんの X は要注目。第1話からして笑いで殺されそう。ついにあの公式がおかしいアニメが始まって、見てみたけど笑いで殺されそう。オープニングはもう洗脳されてるのか。おかしくなりそうです。皆も見て頭をおかしくしてみてください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。